皆さんこんにちは、ユッカの坂田です。今回は360度カメラの空撮映像からドローンをきれいに消す方法を解説します。後半ではレンズのゴーストを出さないドローンの飛ばし方やプロペラによるフリッカーを防ぐテクニックも紹介します。知っているだけで空撮のクオリティが一段上がる内容なので、ぜひ最後までご覧ください。ドローンを消す方法の前段としてカメラとドローンの接続方法を確認しておきましょう。私はこのようなダンパーで360度カメラをドローンに取り付けています。360度カメラのレンズの向きは正確に機種に向けておきます。取り付けるとこういうスタイルになるので、離陸・着陸はハンドリリース・ハンドキャッチが基本です。この組み合わせで撮影するとこういう映像が撮れます。地上はいい感じなんですが、何せ上半分に映り込んだドローンがものすごく邪魔ですよね。これを消していきます。ダヴィンチリゾルブのタイムラインに映像を配置するとこうなります。視聴者の VR ゴーグルで正面に表示されるのはこの中心付近です。これは奥にある赤色のタワーにまっすぐ近づいていく映像なのですが、ドローンの進行方向と映像の中心がずれているのがわかります。メインの被写体を正面にしておきたいので、まずはこのズレを修正します。クリップを選択した状態でフュージョンページを開きましょう。フュージョンは少しとっつきにくいですが、今回の作業は簡単です。フュージョンでは四角い箱型の部品をノードと呼びます。映像はメディアインから入り、メディアアウトへ出ていきます。今はまだ何もしていないので、映像はそのまま出力されています。ここにパノマップノードを1つ追加します。シフトスペースを押してパノと入力し、パノマップを選択。メディアインとメディアアウトの間にシフトを押しながら差し込みます。右側のインスペクターでローテーションから Y 軸を調整すると映像を左右に回転できます。今回は赤いタワーに向かって進む映像なので、タワーが画面中央に来るように調整します。右クリックしてガイドからカスタムグリッドを表示しておきましょう。これでドローンの進行方向と映像の中心が一致しました。次にカラーページで色の調整を行います。カラーグレーディングの詳細は別の機会にするとして、ホイールやトーンカーブで色とコントラストを整えます。はい、色はだいたいこんな感じで良さそうですね。ここまで来てようやくドローンを消す準備が整いました。では次に1フレームを静止画として取り出します。カラーページのビューワーを右クリックしてグラブスティールで1フレームを取り出します。取得したスティールはギャラリーに出てきますので、これを右クリックし、エクスポートから JPEG で保存します。ここからは Photoshop で作業します。Photoshop 2021バージョン22までは 3D というメニューがあります。それよりも新しいバージョンをお使いの方は、Creative Cloud からバージョン22をインストールしてください。Photoshop は複数のバージョンをインストールして、任意のバージョンを選んで起動できます。将来 Photoshop 2021が使えなくなった時の代替策として Affinity でも同様のことができます。後ほど解説します。Photoshop でドローンを消す手順をまとめておきます。パノラマレイヤーに変換、画角を調整してドローンを小さくする、表示中の画面を通常レイヤーとして切り出す、コンテンツに応じた塗りつぶしで段階的に消す、転調部分は軽くぼかしてなじませる、レイヤーを結合してパノラマレイヤーに戻す。一気に消そうとせず、部分ごとに丁寧に進めるのがポイントです。ではやっていきましょう。まずはパノラマレイヤーに変換です。3D メニューから旧パノラマ、選択したレイヤーから新規パノラマレイヤーを作成を選ぶと360度ビューに切り替わって、このようにマウスで方向を変えられるようになります。プロパティパネルを見ると、FOV が垂直方向65度になっています。これを120度前後にするとドローンがいい感じに小さくなります。ここからコンテンツに応じた塗りつぶしでドローンの機体を消していきます。ただパノラマレイヤーにはコンテンツに応じた塗りつぶしは使えません。なので今見えているこの画面を普通のレイヤーとして切り出して、そこで塗りつぶしを行います。コントロール A で今見えている部分全体を選んで、コントロール J で別のレイヤーとして切り出します。次に投げ縄ツールなどで選択してコンテンツに応じた塗りつぶしをするのですが、ドローン全体をいっぺんに処理するとさすがにちょっと変になります。対象が大きすぎるんですよね。なので一部分ずつ丁寧にやっていきます。まずはこのプロペラの部分から
投げ縄で囲んでコンテンツに応じた塗りつぶして綺麗に消えました。この調子でプロペラとアームの部分を消していきます。コンテンツに応じた塗りつぶしは繰り返し使うので、アクションとして登録しておくとボタンをクリックするだけで使えて便利です。はい、プロペラとアームが消えたので、あとは機体部分です。これは一塊になっているので一括でやるしかなさそうです。はい、できました。ただちょっとだけ違和感があるので、ドローンがあった天頂部分を選んで境界線を程よくぼかして、フィルターからぼかし、ガウスでぼかしてあげます。いい感じに馴染みましたね。これで良さそうです。ここまでできたらコントロール E で下のパノラマレイヤーと結合します。ここ大事です。今まで作業していたのはパノラマレイヤーではなくて、その上に重なっている通常レイヤーでした。それをパノラマレイヤーに戻すためにレイヤーを結合する必要があります。パノラマレイヤーに結合してからスフェリカルマップをクリックすると元のエクイレクタンギュラー形式に戻ります。ドローンが綺麗に消えていますね。次にこの空の部分を切り取ってダヴィンチリゾルブの新しいトラックに配置します。ざっくり上半分を選んで選択範囲の境界をぼかします。するとこういう風に下側がぼけた選択範囲ができます。この状態でコントロール J でこの部分を別のレイヤーとして切り出します。建物や山などがうっすら含まれているので消しゴムツールで消します。消す部分の下側に白いレイヤーを配置しておくと分かりやすいですね。そして綺麗に消せたら PNG 形式で保存します。ダヴィンチリゾルブのタイムラインに先ほどの PNG 画像を配置するとこのようにドローンが綺麗に消えました。次に Photoshop のバージョン22が使えなくなった時に備えて Affinity でのやり方もざっくりご紹介しましょう。ダヴィンチリゾルブのカラーページで取得したスチールを Affinity で開いたらレイヤーを選択してピクセルメニューからライブ投影、正距遠投を選びます。そうすると Photoshop と同じように360度ビューに切り替わります。視野は90度まで広げてドローンが画面に収まるように調整しましょう。Affinity ではレイヤーを切り出さずにこのまま塗りつぶしの作業ができます。Photoshop のコンテンツに応じた塗りつぶしにあたるのがインペインティングブラシツールです。ブラシサイズを調整して消したい部分を塗ります。そうするとこのように綺麗に消えます。ピクセルメニューからライブ投影、投影を削除でいつでも元のエクイレクタンギュラー形式に戻せます。先ほど消したところが綺麗に反映されていますね。さて、これでドローンを消すことができましたね。ここからは360度カメラの空撮でありがちな2つの問題とその解決方法をご紹介します。撮影後に映像を確認して肝心な部分にこういうゴーストが出ていてがっかりしたという方多いんじゃないでしょうか。レンズの真横から強い光が当たる時にこういうゴーストが出ます。またこういうフリッカーも悩みの種ですよね。このフリッカーはドローンのプロペラが太陽からの直射光を断続的に遮断することで発生しています。レンズのゴーストを後処理で対応するのはかなり大変です。理屈としてはモカプロなどのプロ向けアプリでトラッキングして消すことができますが、かなりの手間がかかりますし、多くの場合費用対効果が合わないでしょう。そこでゴーストが出ないようにドローンを飛ばすというのが現実的な回になります。考え方はとてもシンプルです。強い太陽光がレンズの側面から入らないようにドローンの機体の向きを調整します。レンズの側面ではなくレンズの正面を太陽に向けてあげればいいんです。360度カメラのレンズの向きはドローンの機種とぴったり合わせてあるので、ドローンを太陽のある方角に向ければゴーストを防止できます。今ドローンの機体は太陽の方を向いていて完全な逆光になっています。ちょうど逆光の映像を撮りたかったんだという場合は問題ありません。ただ人物でも山岳でも建築でも立体感が強調されるのは横からの光です。ドローンである程度こだわって撮影する際にはメインの被写体に横から光が当たる時間帯を選ぶことが多いと思います。そのような時にどうすればいいのでしょうか。順番に説明します。まずドローンが撮影開始点に着いたら機種を被写体に向けます。この時ドローンのコントローラーの画面にはこのようにコンパスが表示されているのでメインの被写体の方角を確認します。
例えばこの例で言うと、メインの被写体である赤いタワーはほぼ真北の方角ということになります。次に機種を太陽に向けます。この映像は1月の午前8時頃、太陽は東南東に出ているので、機体を回転させて機種を東南東に向けます。カメラの正面は機種に合わせているので、ドローンのコントローラーの画面で太陽を真ん中に入れれば、レンズの中心に太陽が来ているはずです。そしてゴーストは出ていないはずです。この向きを維持したままメインの被写体の方へ飛行します。言い換えると、機種を東南東に向けたままコントローラーのスティックを真北の方向へ傾けます。この時ドローンについている FPV カメラの向きは進行方向と一致しません。FPV カメラに映っている映像は東南東の方角ですが、機体の進行方向は真北です。つまり進行方向をコントローラーで見ることはできません。進行方向が見えないというのは結構なストレスですし、スティックを傾ける方向がずれていると見当違いの方向へ飛んでいってしまいますが、きちんと決まるとゴーストのない綺麗な映像が撮れます。では次にフリッカー対策です。フリッカーを避ける方法は2つあります。まず1つ目、本質的なことですが、太陽の高度が低い時間帯に撮影することです。つまり朝と夕方ですね。その時間帯なら太陽は常にプロペラよりも下にあるのでフリッカーは発生しません。またシンプルに朝と夕方は影が長く伸びて風景が立体的に見えるのでおすすめです。次に日中に撮影する場合の対策です。ここでドローンの機体を観察してみましょう。前側は広く開いていて太陽とプロペラが干渉しにくそうです。逆に後ろや横はプロペラ同士が近接しています。ということはこの広く開いている前側に太陽が来るようにすれば良いわけです。実際の撮影シーンがこちら。広く開いた前側で太陽を抱えるようにして飛ばしています。つまり機種を太陽に向ければゴーストは出ないし、フリッカーも出ないということですね。はい、今回は360度カメラの空撮映像からドローンをきれいに消す方法を解説してきました。後処理で頑張るより撮影段階で潰しておく。これが一番仕上がりも作業効率も安定します。ぜひチャレンジしてみてください。それではご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ゆっかの坂田でした。